はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、奥沢でございます。今日はですね、この新しい Xperia One Mark V のカメラ周りの性能をね、皆さんにご紹介したいなというふうに思います。スマートフォンのカメラって確かに毎年毎年着実に進化はしているものの、何かこう飛躍的な進化っていうのはここ数年なかったんじゃないかなと。カメラの心臓部っていうのはやっぱりイメージセンサーなわけですよね。イメージセンサーっていうのはさすがに毎年毎年こう大幅な進化を遂げるっていうことはやっぱり難しいわけですよ。アーキテクチャの変更みたいなものは数年に1回のサイクルで行われるかなと思うんですけれども、それがね、今年です。この Xperia One Mark V には新しいイメージセンサー Exmor T4 Mobile っていう2層トランジスタ画素積層型の CMOS センサーが搭載されています。で、皆さんカメラに詳しい方だったらディメン照射型の CMOS センサーっていうのはね、聞いたことある人もいるんじゃないかなと思うんですよ。例えばこういったハイエンドのミラーレスカメラに搭載されているのも現状はディメン照射型の CMOS センサーになるんですけれども、従来のディメン照射型の CMOS センサーに比べこの新しい2層トランジスタ画素積層型の CMOS センサーっていうのはなんと2倍の光を取り込めるようになってます。スマートフォンを純粋なカメラとして考えた場合、やっぱりその弱点っていうのは搭載できるイメージセンサーの大きさなんですよ。イメージセンサーが小さいと取り込める光の量っていうのが少なくなってしまうので、その結果、スマートフォンで撮影する写真や動画においては、ダイナミックレンジだったりその暗所での性能、例えばシャドウ部分にちょっとノイズが結構目立つななんていうことが、これまで多かったんですけれども、この Xperia One Mark V は前回のモデルと比べてイメージセンサーのサイズ自体も 1.3 分の1型と大型化しているので、結果前のモデルと比べて約3倍の光を取り込めるようになってます。今回僕も撮影してみて感じたんですけど、従来のスマートフォンよりも多少綺麗に撮れるなっていうレベルではなく、はっきり言ってフルサイズのセンサーを搭載しているカメラにも引けを取らないレベルで撮影ができるようになってます。で、その新しいセンサーを搭載しているのがこのメインカメラとなっていて、有効画素数は約48メガピクセル、記録画素数はピクセルビニングを使用して約12メガピクセルとなってます。で、それ以外の2つのカメラは従来のモデルと比べて基本的な部分は変わっていないんですけれども、ただしこの望遠カメラは光学ズームレンズのアルゴリズムが従来よりも進化しているので画質は向上してます。で、それだけでもう本当にこの Xperia One Mark V では綺麗な写真や動画が撮れると思うんですけれども、もちろんそれだけじゃありません。今回僕ね、この Xperia One Mark V を使って作例動画を撮らせてもらって、でそれをご覧いただいた方であれば、いやーさすが奥里さん、カラーグレーディング上手だなと思ってるかもしれないんですけど、実はですね、この作例動画っていうのは僕カラーグレーディングは一切しておりません。この作例の色味っていうのは全てこの S シネトーン4モバイル取って出しの色味になります。で、S シネトーンっていうのはハリウッドの映画撮影でも使われているソニー製のシネマカメラベニスのカラーサイエンスで、特に人物のスキントーンの表現っていうのが非常にナチュラルで綺麗なんですが、それがこの Xperia One Mark V にも S シネトーン4モバイルとして搭載されているので、本当誰にでも簡単に映画のような美しい映像を撮ることができます。で、さらに僕がミラーレスカメラの撮影でよく使っている 4K120fps での撮影も可能なので、ほんの一瞬の瞬間っていうのもスローにして表現することで非常に情緒あるエモーショナルなね映像に仕上げることができます。またそれ以外の細かい部分でも結構いろいろと進化していて、例えばこのフロント部分に音声有線マイクが搭載されたことによって人物の声を非常に聞き取りやすく撮影することができます。これが声有線マイクを使ってます。すぐ隣でね車がバンバン走ってるんですけど、僕の声は綺麗に聞こえてますかね。こういった Vlog モニターと組み合わせて使うことによってこの背面カメラを使ってハイクオリティに、自分のね映像を確認しながら、Vlog を撮影することができて、かつ音声も綺麗に撮ることができます。またこういった今見てもらってる動画にありがちな、製品レビューの動画で、はい、今日紹介するのはこれですって言った時にここにピント合わないじゃないですか
こういったものを簡単に撮影できる商品レビュー機能っていうのも搭載されているので、画面中央に見せたいものを持ってくるだけで簡単にね、そこにピントを合わせることもできたりします。またフォーカス周りの話で言うと、瞳オートフォーカスだったりタッチトラッキングに対応しているので、簡単にピントを合わせることができるんですけれども、これまでのエクスペリアにはオートフォーカスを助けるTOFセンサー、距離を測定するセンサーがここについていたんですけれども、この Xperia 1 Mark V からはそれがなくなっているにもかかわらず、 AI による深度測定っていうのがより進化したことで、これまで以上に高精度な AF を実現してます。で、あとね、これね、要望きっと多かったんでしょうね。ビデオグラフィープロは縦型動画っていうのは当然これまでも撮影できたんですけど、UI が横向きのままだったんですよ。っていうね、なかなか硬派な仕様だったんですけれども、今回からちゃんとね、こう縦にすると、UI が縦型に最適化されるということで、縦型動画っていうのも非常に撮影しやすくなったんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけで、ちょっと駆け足にはなってしまったんですけれども、今日紹介するこの Xperia 1 Mark V の、カメラ周りの進化っていうのは、まだ細かいところはちょこちょこあるんですけれども、以上となります。スマートフォンを選ぶ上で、やっぱりカメラっしょと思っている方にとっては、これは本当最高の一台になるんじゃないかなというふうに思います。また、この Xperia 1 Mark V で撮った僕の作例動画っていうのをね、まだ見てないという方は、ぜひそちらの方もチェックしていただければなというふうに思います。はい。というわけで、では、また次の動画でお会いしましょう。ピース。